皆さん、こんにちは。舞の日本語ポッドキャストへようこそ。舞です。皆さん、元気にしていますでしょうか？私はですね、昨日久しぶりに学生時代の同級生からメッセージが来まして、本当に久しぶりにメッセージのやり取りをしました。それで最近のお互いのことを話し合ったりとか、あとは、学生時代のもう面白いエピソードを話したりして、もうすっごい懐かしい気持ちになったのと、あとは本当に会話が盛り上がって、すごい楽しかったです。うん。で、皆さんは日本人のお友達とメッセージのやり取りをしたことがありますか？もしくは今メッセージのやり取りをしていますか？中には日本人の恋人がいらっしゃる方もいるかもしれません。それでメッセージのやり取りをしているときに相手からの返信がなかなか来ない。それで遅い。なんで返信が来ないんだろうって思ったことはありませんか？もしくはメッセージを読んでいるのに全然返信が来ない。そんな時ありませんか？はい。まさに今日はその話です。今日は日本人のメッセージのやり取り文化についてお話をしていきたいと思います。まず最初に日本では早く返信をするっていうことよりも丁寧に返事をするっていうことを大切にしている人が多いです。なんて返信しようって迷ってる時なんかは、すぐに返事をしないっていうのがマナーっていう時もあるんです。礼儀や気遣いがすべてのコミュニケーションの基本となっています。なぜそうなのかって理由を考えてみると、すぐに返信をすると、よく考えていないっていう答えになってしまうからですね。あとは慎重に言葉を整理する時間が必要。そう考える人が多いんですよ。うん。実際に私のお母さんがそういったタイプなんですね。なので相手からこう連絡が来たら、まず読むじゃないですか。その時に、ちょっと考えよう。ちょっと言葉とかを整理してから送ろうって考えて、だいたい数時間とか、遅いと1日後とかに返事をしたりしますね。あともう一つ理由があって、タイミングも礼儀の一つ、気遣いだって考える人が多いんですね。あまりにも早く返信をしてしまうと、相手が、この人ちゃんと考えてくれてるのかなって思ったりとか、あとは、こうすぐに返信をしてしまうと、相手が、あ、私もすぐ返さなきゃダメかなってこう、負担になってしまうっていうことがあるんですね。うん。なので、そういうふうに思われないためにも、ちょっと時間を置いてから返信をするっていう場合があります。なので、こういった理由で、基本的に日本人は返信が遅い場合が多いです。でももちろん日本人もいろんな理由で本当に無視をしたり送らなかったりっていう場合もあります。それで日本人がよく使う表現で既読無視、未読無視っていう言葉があります。これと同じ意味で既読する、未読するっていう言葉も使います。その言葉の意味はまず日本人は連絡をするとき LINE というアプリを使います。で、LINE は、メッセージもできるし、電話もできます。あと、ビデオ通話もすることができるんですね。なので、日本人はそのメッセージを送るとき、だいたい LINE で送ります。で、メッセージが来て、そのメッセージを開くと、既読っていうマークがつくんですね。その既読っていうのは、そのメッセージを開けましたよ、開けて読みましたよっていうマークで、既読っていうマークがつくんです。逆に、そのメッセージを開かないと、既読っていうマークはつきません。なので、まだ読んでないですよっていうことで、未読と言います。
で、メッセージを読んだのに返信を送らない。このことを既読無視、既読スルーと言います。そしてメッセージを開かない。なので読んでいなくてメッセージを送らないことを未読無視、未読スルーと言うんですね。やっぱりメッセージを無視されたら正直気分は良くないですよね。うん。じゃあ日本人が実際に既読無視されたり、未読無視されることについてどう思っているのか、返信が遅いことをどう思っているのかっていうと、やっぱり日本人もいろいろなタイプの人がいますけど、正直基本的にそんなに気にしない人が多いんじゃないかなと思います。それはやっぱりさっき言ったように、文章を整理する。整理してから、ちゃんと文章を作ってからメッセージを送る人が多いので、なのであんまり気にしない人が多いんじゃないかなって思いますね。そう。だから、これが原因で喧嘩になったりとか、トラブルになったっていう話は、私は聞いたことがありません。実際に私のお友達とかもあんまり気にしない人が多いですね。でも、前にもお伝えはしたんですけれども、私は韓国人と結婚して、今、韓国に住んでいるんですけれども、最近、日韓カップルがめっちゃ多いんですよ。でも、ここで問題なのが、この連絡の問題なんですね。皆さん知ってるかわかりませんが、韓国ではパリパリ文化が有名です。このパリパリが何かっていうと、日本語で早く早くっていう意味です。なので、早く早く文化っていうことですね。だから韓国は仕事も勉強も運転も、そして連絡も早く早くっていう文化なんです。だからここで問題が起きるんです。だって日本人は基本的に返信が遅いじゃないですか。でも韓国は逆で返信が早いんです。だからこれが原因で日韓カップル喧嘩が起きちゃうんですね。で、これは実際に私のお友達の話なんですけれども、私の友達も韓国人男性とお付き合いしていたことがありました。うん。それで、その彼がやっぱり結構早く早くっていうタイプだったみたいで、返信もね、すごく早かったんですって。でも、私のお友達は日本人だから、やっぱりちょっと考えてから送る。なので、少しやっぱ遅く返信をしていたみたいなんですよ。そうしたら、彼から、なんでいつも返信が遅いんだ。読んだらすぐ返してよって言われたそうなんです。うん。それが原因で喧嘩になってしまって、結局別れちゃいました。そしてもう一つ問題が、皆さんの国ではどうかわからないんですけれども、日本では仕事中にスマホを触っちゃいけません。スマホを見てはいけませんっていう会社が結構多いんですね。でも、韓国は日本と違って、そこが本当に自由なんですよ。で、私が韓国来た時にすごく驚いたのが、コンビニに行った時に、コンビニの店員さんがレジでスマホいじってメッセージのやり取りをしていたんですよね。あと、電話をしている店員さんも見たことがあります。そう。これはね、本当にびっくりしました。えー、コンビニってスマホいじっていいんだって。もう日本のコンビニではまず見たことがないので、そう、これは驚きましたね。うん。だから、こういったこともあって、そう、連絡の問題はね、日韓カップル大きな問題なんですよ。それで面白いのが、韓国で、彼女のことをヨジャチングって言うんですけど、日本のヨジャチング。要は、日本の彼女ってググると、ググるっていうのは、
Google。皆さんご存知ですよね、Google。その Google で検索をするっていうのを短くして Google と言います。で、日本の彼女ってググると、関連キーワードのところに、日本の彼女、連絡って出てくるくらいなんですよ。そう。やっぱそれくらいね、違うんですね。じゃあ、舞さんはどうだったのって思いますよね。私たちも日韓夫婦なので。うん。私たちはですね、結婚をする前、日本と韓国で遠距離恋愛をしていたんですけれども、連絡のことでトラブルになったこと一度もないんですね。それはなんでかっていうと、その、彼があんまり連絡に関して、早く早くっていうタイプじゃないんですよ。なんかちょっと日本人男性っぽいところがあるっていうか、うん。なので、連絡のことで喧嘩になったことってないんですよね。で、私たち夫婦の面白いエピソードがあるんですけれども、これはまだ結婚する前の付き合っていた時、遠距離をしていた時の話なんですけど、その日平日でお互い仕事だったんですよ。それで、もうすぐ退勤っていう時間の時に、彼からね、LINE が来たんです。で、その LINE を読んだら、ごめん、今日仕事の後、会食が入っちゃった。だから今日は電話ができないかもしれないって来ていたんですね。で、私はその LINE を読んで、あ、そっか。今日は退勤した後、会社の飲み会があるんだ。じゃあ、ね、会社の人たちといろんなね、仕事の話をしなきゃいけないかもしれないし、あとは、その時のね、飲み会を楽しんでほしいなと思って、私が返信をしてしまったら、それが迷惑になっちゃうかなって私は思ったんですよ。そう、こう飲み会、会食に行く彼の邪魔をしたくないなと思ったので、私はその LINE を読んで返信をしなかったんですよね。うん。それで、まあずっと返信をしなかったんですけれども、そしたら数時間後に彼から電話が来たんですよね。それで、あれ、もう終わったのかなと思って出たんですよ。もしもしって。そしたら彼がちょっと慌てた様子で、ごめん、怒っちゃったって言ったんですね。で、えって思って、何の話って思ったんですよ。で、全然怒ってないよ。どうしてって聞いたら、彼はその返信が私から来なかったから、会食行ってお酒を飲むことが嫌で、それで怒っちゃったんだって考えたみたいなんですよ。うん。それで、まだ会食が終わってなかったんですけど、会食抜けて、外に出て、私に電話をくれたんですね。そう。でも私は全然違う理由で返信しなかったじゃないですか。だからそれをきちんと説明して、いや違うよ違うよってそんな理由じゃなくって、私は邪魔をしたくなかったのって。そう。だから返信をしなかったんだよって言ったんですね。そしたら、えってすっごいびっくりしてたんですよ。まさかそんな理由で返信をしなかったとは思わなかったみたいで、すごくびっくりしていましたね。うん。でも逆に私もすごく学びました、それで。ああ、返信をしないと、こういう誤解も生まれちゃうんだなって。彼は怒ったって勘違いしちゃったわけだから、あ、なるほど、返信をしないとこういうこともあるのかって思いましたね。それでお互いにその時の電話で、ちゃんとね、理由もね、言ったので、誤解も解けて、喧嘩にもなりませんでした。うん。そう。もうこれがね、すごく記憶に残っていますね。はい。で、もう一つ記憶に残っているエピソードがあるんですけれども、
これもね、平日にメッセージのやり取りをしていた時の話なんですけれど、この日、お互い、その日も仕事で、それで私が午後3時くらいにちょっと仕事が忙しくなっちゃったんですよ。それで、あの、彼からの LINE を読んだんですけど、仕事が忙しかったから後で返信しようと思って、その時は返信ができなかったんですね。それで、そのままずっと仕事をして退勤時間になったんですけれども、その日は友達とね、その後会う約束があったんですよ。そう、それで、そのまま退勤をして友達に会いに行ったんですね。で、退勤して、その時に彼に返事をすれば良かったんですけど、ちょっと本当に彼には申し訳ないんですけど、もうその時は、もうお友達と会うっていうことで頭がいっぱいになっちゃってて、返信忘れちゃったんですね、私が。そう。それで、返信をせず、友達とご飯を食べていたんですよ。そしたら、午後9時くらいに、彼からね、LINE が来たんです。で、その LINE が、メッセージが来ましたって書いてあって、うわやっちゃった絶対彼氏だって思ったんですよ、その時にもう。うん。ああ、怒ってるなーって返信しなかったから、絶対怒ってる、どうしようと思って、パッて LINE をね、開いたんです。そしたら、彼から一言、生きてるって LINE が来ていましたね。そう。もう、あれは笑いましたね。生きてるって思って。そう。だから結局3時ぐらいから9時ぐらいまで無視しちゃったので、合計で6時間ぐらいですよね。私は無視をしていたんですけど、そう、でも彼は全然怒らず、むしろユーモアを含めたそういった冗談でね、生きてるっていうラインをくれたのでね、その時ももちろん喧嘩になりませんでした。はい。その後もちろん謝りましたよ、私も。あ、ごめんって。そう。はい。だから私が今の旦那さんに感謝することの一つが、この、連絡に対してすごい理解をしてくれるところですね。なので皆さんももし今、日本人の恋人、日本人の彼氏、日本人の彼女がいる方は、ちょっとだけ日本の連絡のやり取り文化を理解してくれたら、もっともっとカップルの関係性が良くなるんじゃないかなと思います。それで実際に私が日本人のカップルは1日にどれくらいのメッセージのやり取りをするんだろうって気になったのでググってみたんですよ。そうしたら20代から30代だと1日に5回程度が一番多いそうです。皆さんはこの頻度をどう思いますか？多いですかね？それとも少ないですか？もしよかったらコメント欄で教えてくださいね。今言ったように、日本人は基本的に連絡はやっぱり遅い方だとは思うんですけれども、関係性によっては早い時もあるんですね。例えば、私がすごく仲がいいかよっていう友達がいるんですけど、かよとメッセージするときは、もうすっごい早いです。もうポン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 ってもうすごいやり取りがもう続くし、早いです、2人ともスピードが。でも、仕事の人とメッセージのやり取りをするときは、やっぱりこう内容をね、ちゃんと考えたりとか、言葉を選んだりしなきゃいけないので、そういう時はちょっと時間がかかりますね。どれくらいだろう。多分、2、3時間くらいはかかるかもしれません。このことを旦那さんに話したら、旦那さんが「韓国でそんなことしたら怒られるよ」って言われましたね。やっぱりこういうメッセージのやり取りでも、ちょっと文化の違いを感じたりしますね。はい、今日はですね、日本のメッセージのやり取り文化についてお話をしました。
それで最後に私から皆さんにお伝えしたいことがあるんですけれども、今までですね、私が外国人のお友達だったりとか、あとは生徒さん、日本語レッスンの生徒さんからたくさん言われたことなんですけど、やっぱり日本人の人たちは返信が遅いから、「どうして遅いんですかね？私のことが嫌いですか？」って、「私何かしちゃったんですかね？怒らせてしまったんですかね？」っていう、こういう悩み、相談みたいなのを結構今まで聞いてきたんですよ。そう。なので、本当にこれは誤解をして欲しくないんですけれども、もし皆さんの中で、日本人とね、友達とかとメッセージをしていて、返信が遅い子がいたとしても、それはあなたのことが嫌いだからとか、あなたと連絡を取りたくないからとか、そういう理由で遅くなってるわけではないっていうのをね、理解していただけたら嬉しいなと思います。はい。それでは本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。